ウィスカーウッド。魚を乱獲して漁獲資源を枯渇させてしまい新たな漁港を開拓したり養殖を始めた我らがネッツ。そしてキノコを生産し海に撒くことで魚の養殖に成功。さあ漁業危機で遅れた開発工事の遅れを取り戻すぞー。ただいまの漁獲資源の量をチェック。値は 190%。これがどこまで上がるか現在確認中。まあ養殖場稼働前だけど、すでにコンベア集まるレベルで魚取れてるけどね。おい。事前にこの倉庫を開けておいたから、半分はここに保管して納税で使いましょ。分岐器で半分にすれば燻製でジロのコンベア集まりも解消するかな。そして本日は秋最終日、工事するなら今っきゃない。現在拡張に拡張を重ね我が防壁はほぼ島を囲うように建設されている。これをとんがり山からビャーっと伸ばして接続し、この島の総構えを完成させるぞー。こうしてまた防御力にやたらとこだわる匠の大規模工事が始まった。初期に建てた植林棟の社宅を解体。最近は農場の1階の家に住まわせてるのでほとんどが空き家だった。助手じゃまあ、生産管理事務所も建て直すからどっかその辺で待機してて。扱いが、雑？壁の厚みが足りぬ、こっちの家も解体だー。少しは住んでるやついたけど問答無用で撤去で立ち退き。いびきのうるさい案の一軒家の裏が空いてたので、適当にここに引っ越しね。まあ石造りの家ならいびきの騒音も平気かな。あ、新興用区作った際にメインの食堂へ送る食品のライン、ぶった切ったままだった。もちろん倉庫の中身はから。食堂担当は食品工場まで走って食料調達に行け。ワンオペで食堂やらせてるのに鬼かよ。防壁工事につき食堂関連も見直しせねば。大植林棟に2軒目の食堂が。これで残業前の夕食も素早く食べれるね。それが真の目的。公衆浴場2軒に、着替えを入れる収納も隣に併設しました。食堂裏がヤンの家裏の住宅街でアクセスも良さそうだ。まあ植林担当は全員一生残業ボタンを押してるから、風呂も着替えもする時間すら与えないけどね。鬼総督ってレベルじゃねえぞ。それではお次は島の顔とも呼べる、港の大規模工事をするぞー。資材が少なかった頃に整備した港、今の切石は約4000、さあどんな風に生まれ変わるかな。で港の工事で一番困るのがこの船着き場のクレーン。アーチを渡すにも足場が出ちまう厄介者。船着き場が移動も破壊もできないのが辛い。結果避ける感じになりそうろー。クレーンのぶつからない位置に調整して、それに合わせて護岸周りも少し形が整えられた。籠城戦にて重要となるのは食料と水を一箇所にまとめるのは良くない。城の裏にもタンクを追加だ。過剰なタンク施設、ほんとお前は何と戦う気なんだよ。というか防壁建設のためにここのタンク減らしたかったんで、新タンクのおかげで余裕を持って一部撤去作業ができた。ボイラー室の配管をタンクで作り直して有効活用。水道管代わりにタンクを使うテク。で引き続き総構えの防壁の延長、とんがり山ふもとまでアーチで繋ぐどう？島全体を防壁で囲む最終工程開始だ。敵兵が潜って海底から侵入してくるかもしれない。しっかり海中も石壁で覆うことで防御力アップ。んなことしてくる奴おらんだろ。いるかもしれないじゃん。アトランティスから来た半魚人とか。こうして見えないところもこだわり無駄に切り石を使う安定のata岡であった。とんがり山と総構えの防壁が繋がる位置は、敵が一番侵入してきそうなので、砦を構築だー。割とガチめの防衛陣地というか、もう山城みたいになってきてる。こんな感じになりそうろー。これで総構えの防壁が完成だぜ。お次は食堂周りを作り直したいんだけど、今食堂撤去すると中の食品も消滅しちゃう。通過食堂壊したらネズミが飯食えないから、先に別の場所に食堂建ててやれよ。歯ぎしりやばこ邸近くの食堂も建設予定出してるけど、まだ完成してない感じ。こっちの建設が優先だな。まあこっちにも追加で食堂建設依頼出して、営業軌道に乗ったら正面の食堂を撤去しましょ。雪が降っちまうだろうが、食堂周りの工事は後回しにするしかないぜ。てなわけでお次は魚養殖の餌キノコを栽培してる、こちらの施設を強化しましょ。実験施設として建てた、装飾とか皆無の見事な豆腐建造物。天井の高さを防壁に合わせてここは要塞化するぞー。漁師や農家のために食堂を作ってやればいいのに。防御力が優先です。こんな感じになりそうろー。エレベーターのない強制的に階段を登らせる構造、真ん中が吹き抜けだから上から狙いたい放題だぜ。接岸してきた徴税船と争いになっても、この場で戦えるように木製の壁もご用意しました。大量に置かれた物資の山、かなりやる気満々の砦である。
厚みこそない貧弱な作りだけど、桟橋まで伸びる橋を建設中。意味あんのかそれ。明るすぎて目視できないこの場所にスナイパーを配置して、交渉でも釣れたらズドンします。こいつついに徴税人の命まで狙い始めた。でいざ開戦となったらこの木製の壁の裏に隠れた精鋭のネッツたちが、捨て身で爆薬を船に投げ込みます。この島兵士がいないだろ、市民に無茶させんな。てへ。こんな感じになりました島全体を覆う防壁に無駄に歩き満々の鳥で、これでこの島の防衛体制は万全だぜ。総構え完成であります。上から見るとこんな感じ。あ、鈴鉱脈現場が無防備だ。そこは見捨てます。ひでえ？食堂関連も一気に整理したかったけど、まあここは後で真冬の強行工事で。おっと補給船が来たようだ。ズドンのチャンスだ。こらこら。船の高さ的に城壁には登れなさそうだし、これなら防衛体制は大丈夫そうだ。なおこの部分に潜んでズドンする予定です。いやいや予定すんなって。では近くのアングルからもご紹介。近くで見ると納税用漁港の砦部分とも繋がってます。漁港が落とされたら奥に逃げて追ってきた敵を仕留めます。こちらは未開発の土地と繋がってるため、敵大規模部隊に上陸される可能性があり激戦が予想されます。ここはネズミたちのキルゾーン。やる気満々の麓の砦。こちらは山に穴を掘り雨露を防げるようにすることで、さらにやる気度をアップさせることも可能な地形。下から見ると上がどうなってるかわからないから、これは攻める方は嫌がりそうだ。まあ実際動員できる兵に対して守る範囲が広すぎるから人当てして交代が関の山かな？即時脱出できるようにスライダーも完備されております。ここは市民をお城まで逃がすための時間稼ぎの場所だね。ほんとお前こういうどうでもいい想定考えるの好きだな。てへ。それでは食堂移設の建設作業を始めるぞ。大工たち、キリキリ働けー。動画開始7分、やっと時間が動き出した。鈴鉱脈現場の採掘作業ががっつり止まってたので現場の見直し。しっかり指示出さないとガタガタに掘られて後で泣くことになるから丁寧にな。あいよ。者どもキリキリ働けー。めんどくさがってエレベーターはつけてあげない鬼畜。だってこいつら掘るの早すぎで指示出すの面倒なんだもん。一糸乱れぬツルハシさばき、これがネッツの実力。ツルハシを振るう動きは剣の扱いにも似ている。その細い腕がムキムキになるまで振るい続けるのだ。ジャンプからのツルハシ一戦、これだけでも十分脅威だ。三日月島及びその隣の島の開拓がほとんど終了。丸太を魚の代わりに納税で使ったから、すっかり自然林が消滅しちまったぜ。自然林が残ってるのはあとこの島だけかな？てか三日月島の路線もうほぼ用なしだし廃線にしていい？ダメ。新たに伐採するなら線路敷きたいけど、地味に遠いから線路有用したいん。新路線かそれなら私に任せろ。食い気味の返事？すげえの作ってやるぜ。そして翌日、積雪の中新路線の工事が開始。まずは目的地に駅を設置だ。前に作った線路はこっちだな。これも活用するぞ。そしてグイーンと伸ばして既存の路線に接続。いや既存の路線と繋いだら T 字路になっちゃうよ。単線列車でやったら事故るって。線路伸ばしても T 字に繋がらねえな。てか1路線に列車1両しか設置できない仕様だし。それじゃあ線路の上にさらに線路だ。リアル世界では見たことない設計。鉄道ファンが見たら助走つけて殴りかかってきそう。これなら足場も少なく済む、低コストでいけるぜ。だが蒸気のコストは抑えない、4連加速機だー。しかも直角カーブの手前、海に飛んでっちゃうよ。海なら落ちても大丈夫だ。そして反対側にも加速機を、って丸太が足りねえ。割と意味のない伐採のために丸太全部使っちゃったけん。畜生あと少しなのに。しゃあない切り石で埋めて、足場の丸太を回収しましょ。よし、これで追加の加速機が置けるぜ。ああもうまた無駄に蒸気を。こんな感じになりそうろー。もう、私のセリフまで取らないでよ。へへへ。それでは伐採キャンプを移動しまーす。さらば最後の天然林。てっちょマリサ、あんたコンベアー設置のこと考えてないでしょ。悪い悪い、列車のことしか考えてねえんだわ。もう丸太ないのにどうすんのよ。って意外となんとかなったわ。残り丸太は19本、意外となんとかなるもんだ。さあ超高速に回送線路が完成した。お前たちにこれに乗る名誉を授けよう。つうわけで、つまんで強制連行だ。つまむなら伐採キャンプに運びなよ。ダメ。ご覧ください、この一箇所に集められた哀れな生贄たちを。逃げろー。こら逃げんなー。俺ら生贄になるんで、他の奴らは勘弁してやってください。いっけー。地獄絵図。うわ
あばー。生還を称え合う2匹。早すぎてまともに撮影できない以外問題なし、高速通勤手段が完成だぜ。しかし追加の加速器設置すると早いね。減速しても中間地点にも加速器あるから、ほんと到着までがあっという間だぜ。さあ急いで移動してキリキリ働けー。使っちまった丸太の補充を頼んだぜ。ちなみに帰りは速度遅いです。急ぐのは出勤だけ。今日も一日、お疲れしたー。離島勤務は残業なし、余暇を楽しむといい。てか残業させても夕飯後の移動だけで終わる可能性あるしね。じゃあもっと高速に。ダメ。植林島の新しい住宅街が完成。でも入居率はそれほど高くないね。まあもともと農場と家セットで建ててるしな。おっとうっかり、小銭稼ぎで参道全部使っちゃった。小銭稼ぎも金にはなるけど参道使い切っちまうのがネック。高速建設でも使うから全部使うの地味に困るよね。なおゼロになっても即日マックス回復。なんか軽度の汚染また増えてるぞ。どうせ参道マックスになるしもう適当でいいよ。ひでえ。さあ今日もキリキリ働けー。列車も問題なく運行してるし順調そうだぜ。いや待て、なんで帰りの列車に乗ってる奴がいるんだ。コンベアーの投入口に投げ込んで丸太運びなさいよ。私の列車が大人気だ。てなわけで確認したところ、木こりじゃなくてどうやら炭焼き担当がここまで丸太取りに来てた模様。炭焼き防壁からわざわざこっちまで来たのか。ああ線路敷いた時にここの丸太全部使ったんだった。ああそりゃ取りに行かざるを得ないな。はい倉庫の横に足場を立てて即時撤去。せこ技入りまーす。無事丸太の移動に成功。これで炭焼き担当が取りに行かなくて済むね。お次は養殖で増やした漁獲資源のチェック。なんと 200% まで回復しました。どうやら200が上限値。てかワンオペ漁師も継続して操業できてるね。少し上下はしているものの、これぐらい離れた位置なら継続可能っぽいね。養殖するまでなかったな。まあ多く取れた分は納税で使うよ。だな。お次は実験で左釣り不当を2件フル稼働にして、養殖してても漁獲資源が枯渇しないか見てみよっかな。結果が出るの時間かかりそう。エマージェンシー、凍えてるネズミがいるぞー。ああこんなところに農場が、すっかり存在忘れてたよ。ほんとお前適当だな。暖房準備しますので、ゆっくり養生してくださいませ。寒さで病気になっちまったか、かわいそうに。そういえば山の中央の採掘作業もだいぶ進んでおりますのでご紹介。もうどう説明していいかわからないくらい掘られてるぜ。おっとまた凍えてるネズミが、就寝間際なのに列車待ってる。こや鈴鉱脈現場再配置した際に、熱源つけ忘れたパターンだ。さあ声援。結局食事もできず上に苦しむ中、病気にもなっちゃったので食堂と治療院につまんで運びました。危ないところだったな。初期住宅の入居状況を確認中。意外と少ない。長く使って思い入れあったけど、撤去して再開発だー。今までクソお世話になりましたー。でスライダー等でアクセスしやすいように調整して、それっぽい感じで住宅も再建築します。少しは便利になるといいな。家の前にはもちろん食堂とお風呂。飯食って風呂入れれば大体許されるよなこの世界。衣服も用意して安定の生活動線。お風呂の配管が気になるので埋没工事。細かい。はいこの辺の倉庫も解体するので、輸送ハブの担当は空にする作業を始めてください。入植時に建てた中央倉庫、なぜか溢れて保管できるからここは片付け大変そうだ。さあ皆の者、キリキリ働けー。マイナス20度の極寒だろうとお構いなし、寒くても大規模工事を強行する悪徳領主。無駄に伐採も頑張っております。しれっと丸太在庫が2200まで回復しとる。昨今の時代フードロスするとバッシングされるぞ。食堂を撤去する前に在庫を全部食べるのだー。ネズミ酷使してる時点で動物愛護団体にバッシングされてそう。彼らは一応人だよ。またへりくつこねてる。補給船が来たので一番安いのを選択。春の脱税のために有効度を1でキープするけど。中央倉庫がなかなか片付かん。でソーシングが増え続けてるやないかーい。セルフボケツッコミ。倉庫からにしてるんだからここに入れないでよ。一旦小銭稼ぎの政策を止めろよこの主戦度が。運搬が遅いのでエレベーターにエンジンを追加。真ん中だけつけれなかったけど使われてる。早い左右のエレベーター使えよ。てか蒸気使うならなんと人間砲弾した方が早いね。いえそれはネズミ大砲です。これはうっかり。一度のジャンプで場内まで飛べるね。足首とか粉砕しそうだけど、これは便利な移動手段になりそうだ。建設途中だけど春になったどう？
しかし気温はマイナス10度、今回も雪が溶けるまで時間かかりそうだ。雪が溶けたらお茶会を開こうと思ってたのに、高級食品の準備はいい感じに揃って。おい待て高級食品じゃねえけどジャムパンがねえぞ。なんと、港の再建設で管理事務所撤去したから、生産上限今機能してないんだったよ。各事務人増に残業させられた結果、物資の在庫がえらいことになった。ジャムパンが食べたい方は、ジャムパン定食をお食べください。ネズミは贅沢を覚えた。時間かかったけどやっと中央倉庫が空になったよ。さてこれを撤去、ってできないだと？残念、初期に建てた中央倉庫は撤去不可です。すっかり忘れてた。見た目も中型倉庫と同じかと思ってたけど微妙に違うのね。中央倉庫、それは特別な存在。再開発の邪魔だけどなんとか使うしかないか。てなわけで中央倉庫の件は問題棚上げで、食堂の撤去をして再開発開始だー。久々に下の釣り埠頭が見えた。食堂に繋がってた公衆浴場も建て直しね。狭いスペースに無理やり建てた風呂よさらば。再開発に伴い釣り埠頭一軒撤去。どの道フル稼働したら魚枯渇しますしおっし。でこちらはアーチを作りまして、ここから階段を上り上に登れる構造にします。先に作った防壁に繋がるでかい建物になるかな？で城壁も拡張してズドンポイントも追加。明るさで身を隠す狙撃ネッツの育成が先に必要だな。中途半端に隙間が空いたので食堂を設置。ここはアクセス悪いから不人気食堂になりそう。ここには管理事務所や市政事務所といった、役所関連をまとめようと思ったんだけどなんか難しい。視聴者なんてでかすぎてこれだけでいっぱいだ。前に作った視聴者の方が豪華、これよりは立派なもんにしてやりたいぜ。こっち側に建てようと試行錯誤するも中央倉庫が、邪魔？建設の匠、かなり苦戦している模様。よし決めた、そのうち建てよう、ここに建てよう。切石保管用に積み上げた頭のおかしいタワーがあるぞ。壊すのがめんどくせー。もうこれ視聴者再建されねえかもだ。てなわけで使い道に困った中央倉庫の上は食堂に。あとおまけで公衆浴場。こっちは入り口が離れてるから手前の風呂が使われそう。まあ好きな方使いなさい。防壁上には管理事務所と市政事務所を建てることにしました。にゃんこの外交施設団を迎え入れることもあるかもなので、一応綺麗に装飾しときましょ。つかゴリッゴリの防壁で威圧感がやばい。エレベーターは2機搭載で、中央は管理事務所の主である助手専用エレベーターです。勝手に使うと怒ってその日の食事が生魚になります。こんな感じになりそうろー。船着き場の壁の圧がすごい。ズドンポイントもあるし、壁で兵士を隠せる仕組みも整ってる。この湾口からの攻略はかなりやりづらいと思うよ。ここが落とされても主戦場の城はさらに奥、なんかとんでもねえ島になっちまったぜ。雪で見づらいけどできそうなところだけ、装飾装飾多く。雪が溶けてなくても無駄にこだわって作業する匠であった。炭焼き防壁の丸太の搬入が遅いなぁと思って確認したら、採取した魚とのイチゴが邪魔で丸太が遅れてない模様。植林棟の釣り埠頭の半分は別倉庫に入れるようにしたのに、これでも余裕でキャパオーバーだったか。奥義、物理カットで搬入一時停止の術。全盛期には及ばないけど、養殖のおかげで漁獲量もかなり増えております。密輸船が来たぞー。どうですか密輸業者さん、この港素敵でしょ？って世間話してる場合じゃねえ。黄金491本も持ってきてる突然の過去最大取引にさすがの視線度もびっくり。だが我らには冬の間無制限に生産させた過剰在庫がある。黄金全部いただこう。これ1本20万円ぐらいで計算しても1億円くらいの価値が。やっはー、これは全て私のものだー。安定の横流し。シェー。巨額横領事件の現場を目撃してしまったぜ。さあこれも黄金の茶室に運び込むのだ。再建設前から使われてた公衆浴場、こちらはアクセス方法を変更して再利用。老舗の町のお風呂屋さん存続。今日徴税人が来るぞ。納税バックで前に安全確認のためにヘイトチェックだ。有効度確認、よーし。今回は冬の間フル生産だったから工業生産税だけで4万、ほんと偉いことになってるよ。こんなん高すぎて払えないよ。などと言っているが黄金だけで58万、総資産65万も溜め込んでいる銭ゲバであった。てへ。ほーら徴税人、美味しいお魚を食べ。生魚一匹を投げつける完全なる挑発。いやー、漁獲資源枯渇で大変なんすわー。
フル稼働してる養殖場もワンオペ操業してる釣りふ頭も、ほとんど影響ないレベルでしか減ってないけどな。こっちの方は初日で 90% から 10% も減ってたから、無理かなと思ったけど結局 80% で落ち着いたみたい。あと少しでこの巨大倉庫が黄金でいっぱいに。城の一番上で輝く黄金、もうお前横領隠す気すらないな。これは正当な報酬です。徴税船が出港するぞー。無事報復を受けることなく脱税に成功。4万だった工業生産税を踏み倒したから、次回の納税がだいぶ楽になりそうだ。不足分が1万取られるけどまあこれくらいなら OK よ。だな。ただいまの移民船をもちまして、島民の数が500名に到達しました500名くらいで世界の限界かと思ってたが、意外とまだ増やせそうだな。でもこれ以上は危ういから、今後島民の受け入れはいたしません。ネッツの島、鎖国編。管理事務所も完成し、助手が生産状況を監視再開。博士とよく喧嘩してた応答派の彼女、その監視体制は厳しそうだぜ。海賊が来たぞー。ああ、うちの防衛体制万全やぞ、やんのかごらー。いやいやこんなところにまで海賊行為に来る奴らだぞ、侮っちゃダメだ。払わないと50発砲弾を撃ち込むと脅されたので、支柱を振る舞い少量の機械でお引き取り願いました。要求が少ないことを考えると、向こうもガチで戦う気はなかったのかもな。はは、ビビりおったな。では総構の防壁を完成させ管理事務所を移転して、春のお茶会を行うため雪解けを待ちつつ今回はここまで。前回今回で最終回と言ったな、あれは嘘だ、すみません。大型アップデがなければ次回最終回予定ですので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。管理事務所の窓から天守閣を覗き、何やら書類を書き込んでいる様子の助手。もしや霊夢の横領を告発する気か？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。